カニ座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーの平です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月後半のタロットリーディングをさせていただきます。その前に前回ご紹介させていただいたこちらのホロスコープブック、たくさんのご予約をありがとうございました。一時的に楽天ブックスさんの方でちょっと予約できなかったみたいなんですが、今は復活していますので、またよろしければ概要欄から詳細ご覧ください。何かしらね、ご自身の好きなところ一つでも見つけられるような本になっています。そして10月4日からは実際に書店の方で手に取ってご覧いただけますので、よろしくお願いします。まだこちらの、先着販売の特典はついていますので、ぜひご利用ください。よろしくお願いします。では早速いきましょう。9月15日が新月でして、この新月っていうのは蟹座の皆さんにとって非常に頭が回り始めるというか、整理されていく、こんなことをしてみたいっていう好奇心が湧いたりとか、こうしていくっていう、段取りがついていくタイミングになってくると思います。ちょうど水星の逆行も終わりますので、面白いように動いていけるような流れが始まると思います。ちょっとそんなことも踏まえてタロットも見させてください。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月後半です。カップ8、ソードエース逆、鳳凰、ワンドクイーン逆、カップナイト、ソード9逆、ペンタクス9の逆。はい、気をつけることは、ストレングスとペンタクルス、エースとオラクルは、はい、デビルの逆です。ほう。ちょっと薄いベール1枚をつけたままこの世界を見るか、いっそのことビリッと破いて生身の現実を見るかによって感じ方が違うような2週間の感じがしますね。でも一つ何かね、今まで自分がこだわっていたものっていうものはようやく解かれる、ようやく鎖が外れて気持ちが変わってくる、違う方向に向き出すっていうことがあるんじゃないかなと思います。やっぱり何よりもやっぱオラクルがデビルの逆なので、これは縛られていた思い、とらわれていた思いから解放される、ようやく解放されるよっていうことなんですね。例えば長年患わっていた病気とか、何か治療が難しかったものっていうもののやっと解決策ができるとか、なんか打開策が出てくるっていうこともありますし、もしくはずっと長年の腐れ縁だった誰かとの関係においてもようやく縁を切ることができるとか、そういう現実的なね、何か問題解決っていうこともあれば、自分の意識の中でずっととらわれてしまった意識、誰かに対しての思いであったりとかコンプレックスもこの時期手放せるかもしれませんねというふうに言われています。ただ何もなく何も起こらず自分が変わるっていうことは難しいので、何か行動を起こしていくんだと思うんですけれども、ちょっと星と絡めてみたところ、星で見るとね、ちょうど9月23日まではものすごくコミュニケーションが活発で、自分が決めたこととか、こうしたいなと思ったらその情報が入ってくる、こうしたいなと思ったらその情報が入ってくるっていうふうに、すごく横のつながりとかネットワークとかがもうなんかうまい具合につながる時なので、もし今ご自身が何かにとらわれているのであれば、とらわれを鎖をね離す何かきっかけとなる情報が入ってくるかもしれませんね。そう、今の自分に必要な情報っていうのが非常に入ってきやすい。それが9月23日まで。そして横のつながり、誰かとのコミュニケーションというのもとってもいい時なので、誰かに話しかけてみてください。諦めずに。そうすることによって誰かから非常に優しい思いを受け取るとか、手をかけてもらえる、何か気にかけてもらえるというものがありそうなんでね。はい。でその上で現実を知るっていうことで、ちょっととかガーンとかって思うかもしれませんけど、その事実を知ることでやっと新しい世界が見えるとか、やっとなんか解決策が見えるっていう風になる感じがしたので、ここは私はさっき一番最初だ薄いベールがかかってる状態ではなく、いっそのことビリッと破いてしまって、怖いかもしれないけど現実を見る、調べるとか、誰かと関わってみるとかっていう風にして
やるといいんじゃないかなと思います。対人関係ではね、人ってすごく気にしたりとか傷ついたりとかで怖いってあると思うんですけど、自分のことだったら、例えばですけど、あの何か勉強したいとかね、興味のあることを進ってみたいと思って、そのことを実際に見てみる。そしたらこんなに難しかったのとか、こんなに大変なのとか、自分がいかに無知だったかを知るみたいな、そういうガーンみたいなことあるかもしれませんが、それを知ってからがようやく本番で、そこからどうしますかっていう新しい世界が見えてくるっていうことなので、現実を知らずに空想だけでこうなりたい、ああなりたい、こうしたいって言っててもなかなか現実にならないんですけれど、何かそういう曇っていたものがすっきりする、とらわれていたものから解放されるっていうのがこの2週間のテーマみたいなので、思い切って見たくないものを見てみるっていうふうにするといいかもしれません。はい。お仕事ではその自分の欲を捨てるっていうみたいな感じで出ていて、もういいやみたいな、もうこれもう売り上げとかどうでもいいから自分なんかのためにやろうとか、そういう感じでいくことによってすごいチャンスを得たり、新しいヒントを得たり、あ、そうかみたいな気づきがあって、それが自分の中からすごい強さとして強みとして出てくるっていう感じがありますね。人間関係ではね、自分が気持ちが離れていくのかな、誰かからっていう感じがあり、その人は昔の自分はその人のこととてもいいと思っていたとか、ずっと関わっていきたいと思っていたけれども、なんかもう変わってきたのかなっていう。でもそういう時ってちょっと寂しい感じがありますが、お互いのためにね、なんか無理やり速度を緩めたり速めたりするのではなく、自分にぴったりの速度で進んでいく方がお互いにとっていいと思います。お互いにとってね。そしてちょっと気になることがあったとしても、なんかでもその後にですね、結局その悩みとか気になることっていうのを超えてチャンスっていうのが来るので、やっぱり一回そのなんか恐怖のなんか川を越えなきゃいけないんだなっていう感じがします。でもその方が絶対すっきりするからいいと思いますよ。どんな恐怖の川を越えるのかは皆さんそれぞれなので選んでくださいね。でもね、非常にいいんです。こういう本当の価値、本当真実の価値とか、自分の無意識の力とかね、すごくいい不可能を可能にする力っていうカードも出ているので、何なりとどんなことを経験しようと、どんなことを思おうと、ご自身にとっての強さにたどり着く、これもねチャンスっていうカードですから、そこにたどり着くんだなと思ったらやっていけると思います。はい、ということでもう一枚だけこのデビューのねオラクルちょっと補佐見てみますね。はい、ワンドの3ということで、やっぱりこの流れ、この2週間の流れというのは非常に未来につながってるなっていう感じがしますね。はい、これだけ鎖が外れればね、必然的に未来につながっていきますので。はい、ということでこの内容を皆さんにとっていいように解釈して活かしてください。そして、次回はまた3ヶ月分のね星の動きを解説したいなと思っています。ぜひいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。